昔々、日本の川や池のそばには不思議な生き物が住んでいると言われていました。その生き物の名前はカッパです。カッパは日本でとても有名な妖怪で、今でも多くの人に知られています。今日はカッパの伝説についてお話しします。カッパはどんな見た目をしているでしょうか。カッパは子供くらいの大きさで、体は緑色をしています。カエルのような手と足があり、背中には亀のような甲羅があります。そして一番の特徴は頭の上にあるお皿です。そのお皿にはいつも水が入っています。カッパのお皿はとても大切なものです。お皿の水が乾いてしまうと、カッパは力を失ってしまいます。だからカッパはいつも川や池の近くにいます。水の中にいる間はとても強い生き物なのです。カッパはいたずら好きな妖怪として知られています。川で泳いでいる人や馬を水の中に引っ張り込もうとすることがあると言われていました。昔の人は、川で泳ぐときは気をつけなさいと子供に言い聞かせました。カッパの話は川の危険を教えるためにも使われていたのです。でも、カッパはいつも怖い存在というわけではありません。カッパには礼儀正しい一面があります。昔話の中で旅人がカッパに会った話があります。旅人がカッパに深くお辞儀をすると、カッパもお辞儀を返しました。その時、頭のお皿の水がこぼれてしまいました。水がこぼれたカッパは力が弱くなってしまいました。カッパは旅人に言いました。水を返してくれればお礼をします。旅人は親切にカッパのお皿に水を注いであげました。カッパはとても感謝して旅人に医術の秘密を教えてくれたと言われています。このお話はカッパが礼儀や恩返しを大切にする存在であることを示しています。カッパに親切にすればカッパも友達になってくれる。そういう言い伝えが日本各地に残っています。怖い存在でありながら、どこか人間に似た心を持っているのがカッパの面白いところです。カッパが好きな食べ物は何でしょうか？実はカッパはキュウリがとても好きだと言われています。昔の人は川に入る前にキュウリを川に投げ入れました。カッパさん、これをあげるから私たちを守ってくださいとお願いしたのです。今でもキュウリを使ったお寿司のカッパ巻きという名前はカッパから来ています。カッパの伝説は日本全国にあります。特に九州の久留米や岩手県の遠野が有名です。遠野には遠野物語という本があり、カッパをはじめ様々な妖怪の話が書かれています。この本は今から100年以上前に作家の柳田国男が書きました。現代でもカッパは日本人にとって親しみのある存在です。アニメや漫画、映画にもカッパが登場します。カッパのクーと夏休みというアニメ映画は、現代の東京に迷い込んだカッパの子供の話で、多くの人に愛されました。
また、日本各地にカッパをモチーフにした像やキャラクターがあります。観光地のマスコットや温泉地の看板にもカッパはよく使われています。怖い妖怪から愛らしいキャラクターへ、時代とともにカッパのイメージは少しずつ変わってきました。カッパの伝説が生まれた理由は何でしょうか？昔の人々は川で人が溺れる事故をよく経験しました。川の流れは時に速く、深い場所もあります。そのような川の怖さをカッパに引っ張られたという言葉で表現したと考えられています。また、川や水を大切にするという教えもカッパの伝説には込められています。川を汚したり、乱暴に扱ったりするとカッパが怒ると言われていました。自然を敬い、水を大事にする心がカッパという伝説を生み出したのかもしれません。カッパは日本語の言葉にも影響を与えています。カッパというコート、つまり雨の日に着る防水の上着もカッパから来ています。昔、カッパが着ていると想像された雨具の形が雨コートに似ていたからです。言葉の中にもカッパの文化は生きています。今日はカッパの伝説についてお話ししました。いたずら好きで水が大好きで礼儀を重んじるカッパ。怖くもあり、どこか可愛くもある不思議な妖怪です。皆さんはもし川のそばで誰かにお辞儀されたらどうしますか？もしかしたらカッパかもしれませんよ。今日はカッパ伝説のお話を聞いてくれてありがとうございました。川のそばを歩くときは頭にお皿を乗せた緑色の生き物に気をつけてくださいね。でも、もしカッパに会ったら、まずは深くお辞儀をしてみてください。きっとお辞儀を返してくれますよ。皆さんはカッパに会ったら何をお願いしますか？ぜひコメントで教えてください。この動画が良かったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。カッパに引っ張られないように気をつけて。ありがとうございました。